皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。2度あることは三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月14日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル54でした。おとといと比べるとわずか6センチの下げ。先日までのハイペースは影を潜め、ほとんど変化がなくなりました。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒7200立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒8100立方メートルでした。差分については毎秒900立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの190、三峡ダムはプラス200。ダムへの流入は8000を超えてきました。なお、最上流にある4電ダムのうちシャンジャーバダム、つまり高架波ダムの放流量がやっと判明しました。1日1回データを公表しているサイトを見つけましたので、今後データを載せれそうです。昨日の朝8時の時点になりますが、毎秒4240立方メートルでした。一方、深夜0時の放流量は毎秒8300立方メートル。単純計算すると 27% の発電状況で9基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。ただし、実際にはフル発電することはないでしょうから、 50% と仮定するなら18基ほどの稼働になるかもしれません。おとついの同じ時間と比べるとほぼ変わらずです。湖南省水門局発表の三峡ダムに関する最新データを確認します。黒で示す放流量について徐々にその量を絞りつつあったのですが、直近では一定のパターンに落ち着いているようです。緑のラインの流入量はここのところ増え続けて8000台に到達。上流の観測所は依然として増水傾向が見られることから、しばらくダムへの流入は増えることになりそうです。現在、ダムへの流入量と放流量がほぼ均衡状態になり、水位の低下はほぼ止まっています。Nishi Yang Channel。 先ほど、ダム周辺で流量が増えている状況についてお話ししました。三峡ダムで流入量が増える要因としては、主に3つ考えられます。まず、ダム周辺の観測所や上流域でまとまった雨があった場合。次に、上流に位置する複数のダムが放流量を増やした場合。そしてもう一つは、長江の最上流域で雪解けが進み、融雪水が流れ込んでくるケースです。まずは三峡ダム周辺とその上流で雨が降った場合について。三峡ダム近くの観測所のデータを見ると、少し雨が計測されています。また、上流の重慶市にある観測所の数値を見る限り、雨が観測されてはいるものの、流量を大きく変えるほどではないと思われます。次に考えられるのは、上流にある複数のダムが放流量を増やした場合です。三峡ダムが位置する長江の上流には大型ダムが4つあり、三峡ダムと連携しながら運用されていると、中国当局は説明しています。ただし、これらのダムの詳細データはほとんど公表されておらず、放流量が増減しているかどうかを直接確認することはできません。さらに長江には数多くの支流が流れ込み、その支流にも多くのダムが建設されているため、どのダムが放流を増やしたのかを特定するのは難しい状況です。ただ、三峡ダム上流にある重慶市の流量が増えていることから、どこかのダム、あるいは複数のダムで放流量が増えた可能性は考えられます。三峡ダムでは洪水シーズンに備えて徐々に水位を下げるために放流していることを踏まえると、この時期は上流のダムも同様に放流を増やしていることが推測され、ある程度の降雨があれば放流量を増やす判断がなされることもあるかと。最後に雪解けの可能性です。長江の上流にあたる金沙江や、さらにその上流のチベット地域で気温が上がれば、融雪によって水量が増えることも考えられます。しかし今の時期を考えると、この可能性はあまり高くないでしょう。融雪の場合は急激に水量が増えるというより、
ゆっくりと下流へ流れ込みながら、徐々に水位を押し上げていくため、先ほどのダム放流の場合以上に変化を捉えるのが難しいと言えます。ということで、今回増水した県は、ダム周辺で大雨が降ったためというよりかは、上流のダムが放流を増やしたことも影響していそうです。増水状況が続いていることから、どこかのダム放流が原因と言えそうです。今年の夏に向け、今後三峡ダムの水位がどうなるのか、過去の実績と現在の状況について見てみます。2026年は比較的高めの水位からスタートし、今日の時点で165メートルを切ったあたりですから、このあたり、運用上の上限からだいたい3分の2ほどにまで下げたことになります。今は6月に向けて徐々に水位を下げていくフェーズ。ダムの運用状況については、当局によって安全に管理されていることを広く人民に知らしめる役割があります。去年は目標の145メートルにまで下げることができず、まさかの155メートルで折り返し、今年は何が何でも最低水準まで下げることに躍起となっているはず。過去の実績からすると、6月10日をターゲットに水位を下げていくことになるでしょう。きっちり目標に到達するか、あるいは諦めて、ダムの水位を高い水準のままとするかのどちらか。今後の雨の降り方次第で、どうなるかが注目なのですが、今の感じで言うと、当チャンネルの予想では64で、予定通りに行くのではないかと見ています。天気予報サービスのウィンディーで、12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後2時までの様子。三峡ダムの上流地域で雨雲がちょくちょく出るようになり、少し変化が見られます。西から雲が流れており、長期的には天気は崩れそう。次に、今後の予想を見てみます。長江の北側から雨雲が南下し、しばらくダムの上流を含め、広い範囲で雨が降る機会は多くなりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が20度、最低気温が9度で曇りの予報。画面上で水色、黄色や赤のマークが出ており、賑やかになってきました。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。台湾統一見せ、民族団結法、中国全人代が可決、共同通信が伝えています。記事によると、中国の全国人民代表大会、全人代は12日、民族団結進歩促進法案を可決した。中華民族の共同体意識の強化を目的とし、台湾に関して、両岸の交流と協力を促し、台湾同胞の中華民族に対する帰属意識を増進するとした。台湾統一を見据え、台湾住民の中華民族意識を高める考えとみられる。中国当局が少数民族を弾圧していると欧米が非難する中、民族や宗教、人権を口実とした中国への侮辱や抑え込みに断固反対すると訴えた。以上、台湾統一見据え、民族団結法、中国全人代が可決についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。全人代で民族団結進歩促進法が可決されたという報道ですが、法律を作らなければならないほどの状況なのかと不思議に感じた方もいるのでは。民族の団結や帰属意識を高めるという言葉は一見穏やかに聞こえますが、刀をちらつかせ強い圧力の中でそう言われても納得する人はまずいないでしょう。中華民族という言葉をスパムのように繰り返し強調していますが、こうした表現はこれまでも頻繁に使われてきたもの。一つの中国と声高に叫ぶあちらさん。ただ、その主張と現実との間に矛盾を感じる場面も出てきています。例えば、入国を禁止されたはずの日本の国会議員が、台湾にはすんなり入国できたという話題などを見ると、台湾が中国の一部だという主張との整合性について、無理があります。さらに少数民族の問題で、国際的な批判を受けている中、当局が民族交流や団結を強調する姿勢には、説得力を欠いています。中東情勢の緊張やエネルギー問題など、ここのところ、あちらを取り巻く環境も決して楽ではありません。ズタボロ経済が続く中で、台湾問題をどのように扱っていくのか、今後の動きに注目です。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。北から南まで、まとまった雨雲は見られず、晴れか曇りのところが多いのでは。ニュースによると、北海道から東北の日本海側では雲が広がりやすく、ところにより、にわか雪になるとのこと。一方、太平洋側では降水確率は低めのようです。PM2.5 の予想によると、
この週末から来週にかけて大陸から流れてくる機会が多くなりそうです。中国では長引く不況が言われる中、電気の需要は下がるに違いないと思われる視聴者さんも多いのではないでしょうか。人口の減少、経済不況といったことから、使う電気は減ることも考えられますが、実は中国の向こう10年、電力需要は全体として増える可能性が高いと予想が出ている模様。政府統計や産業動向によると、総電力使用量が2025年に過去最高を記録し、EV 製造やネットサービスなどの電力集約型部門が需要を牽引していることが確認されています。去年、総消費が10兆キロワット時を超え、成長率も 5% 程度、依然として電力需要が高いことを示しています。IEA、国際エネルギー機関などの予測でも、中国の電力需要は2030年代前半まで伸びるとされています。27年頃までには、中国は世界の電力需要の押し上げに大きく影響し、年 6% 程度の増加ペースになる可能性を指摘。また、再生可能エネルギーの設備容量拡大や、蓄電技術の進展もあり、供給側は需要への対応力を急いでいますが、需要の伸びそのものは止まらず、AI やデータセンター、EV 充電インフラなど新たな用途が、電力消費をさらに押し上げるとのこと。こうした需要予測を踏まえ、三峡ダムの3倍規模の水力発電所を建設したり、宇宙の三峡ダムと言われる、超大型ソーラーパネルを構築する計画を立てているものと思われます。電力の絶対需要は増加が続くと見られる一方、その伸び方については、過去10年のような高い伸びとまではいかず、相対的に緩やかになりそうです。このため、三峡ダムは2割だ3割だというしょぼい発電状況ではなく、これから馬車馬のように働かないといけないですね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。